8キロ見えてもうすごい続きますよね。好意的に見てますよ。5が一番評価高いんじゃないですか。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。それでは本日のお客様です。では自己紹介の方よろしくお願いします。企画プランナーの谷です。プログラマーの阿部です。シンプルやな。谷君はうちの前どっかにいたんだっけ？京都のテクロスって会社にいて、そうですで小山さんと面接してなくて、そう社長と飲み会行ってタイミング的に、ね、面接をすることなく入れたっていうちょっと語弊があるけどな。語弊があるけどな。運がいいまあもうちょっとちゃんと詳しく話すと、一応やっぱこの会社のその採用方針って、当然中途採用もやってるんですけど、やっぱ僕自身がよく言ってるんですけど、信用する人間を信用するっていう採用方法、リファーラル方法を取ってて、その谷君を紹介してくれた人間が、僕をすごく信用してる人間だったんで、もうほぼ面接なしというか、飲み会って言ってましたけど、一応ね顔を合わせてね。谷君だから貴重なクローバーズの初期面ですね。そうです。だから我々が始めたオフィスポットっていうね、小さい貸しオフィスで始まりましたよね。よく来たね、あのとこね。あのオフィスは知らなかったですけどね、この時は。社長と飲んだだけで来てるで来てみたらなんか部室みたいなね。楽しかったよね、あの頃ね。楽しかったですね。5人ぐらいしかいなかったね。たまに思いますね、なんか出社して会社やなって。そうだね。なんかさ、ちゃんとしちゃったよね。あの頃が会社じゃないみたいな。でもあの頃会社じゃないみたいな状態でしたあのけどね。頃よかったよね、なんかね。ゲームのくだりがありませんみたいな、なんか買ったやつ小山さんを組み立てるみたいな。そうやってましたよ。懐かしいですよね。だから今はもう小山さんが急に仕事中にバイオ戦士団やってるとかがありえないじゃないですか。忙しいもんね。ゲームやるのはもうね、全然推奨してるんですし、やってくれていいんですよ。谷君も忙しいもんね。いやそうなんですね。あの頃やっぱりいろいろ考えるっていうので、ゲームプレイするのも勉強じゃないですけど、それでみんなで見ながらああだこうだとか言いながらやってたんですけど、今ちょっと実務で忙しくて。そうね。うちに来る前は東勢っていうところでプログラマーやってます。だからそういう意味で言うと前職京都勢ですね。京都の当選だったんですか？京都です。京都なんです。お前はめちゃくちゃ近所ですね。じゃどのあたりですか、京都？テクロスもこの歩いて5分くらいのところにある。ただ本社の人結構都会のところに。そうですね。俺田んぼの中で仕事してた。そうなんですか。というメンツでね、今日はお送りします。じゃあということで、早速谷君から今ハマってるものみたいなの教えてもらいたいと思うんですけど。ちょっと悩んだんですけど、最近スター・ウォーズ結構ハマった。ほほー。そっちで来たね。いいですね。昔子供の頃に、多分年齢的に最初に見たのがエピソード1のファントムメナスやったんですよ。多分なんか金曜ロードショーか日曜劇場か分かんない。銀坊やのね。なんかでやってて。それが最初ですか。おー、なるほど。でなんか今調べると当時はなんかちょっと文句言われてたみたいな評判があったんですけど、めちゃくちゃそれでおもろいってなって。スター・ウォーズみんな文句言うから何作ったって文句言うからもうやっぱアナキン可愛くてレースとかでワクワクして、そこから4とかに入っていったっていう。1、2、3を見て多分なんか家に VHS とかあったから、多分2、3見る前に4に行ってるんですよ。エピソード1から4行ったんだ。そうです。すごい見方してるな、それ。だから1でスター・ウォーズってものをなんか分かって、4、5、6はなんか VHS があったから見て、じゃあ2、3ってどうなんやろっつってなんかTSUTAYAとかに DVD 借りに行ってみたら、そのアナキンの破滅を見ることになって。そういうことですね。こんな可愛い子がハゲた親父になってしまうのかですね。
あれも僕は1、2、3が好きでしたやっぱり。スター・ウォーズはみんな全部見てる？あ、見てます。3はもう劇場行ってみました。3ってエピソード3。エピソード 3？ 生死でいうと1から9まで皆さん見てますか？一応。いや僕も7、8、9は見れてない。それでよくノブのことをここにスター・ウォーズを持ってきたの今日。僕アナキンとオビワンがあ、すごい好きあだったんですよ。うん6終わった時にうん燃え尽きたんですよね。あだからアナキンの話がもう6で終わるというか、だから綺麗に終わったなと思って、7が公開された時にあんまり興味持ってなくて、もう終わってるしなと思ってたんですよ。いや俺も7見んのちょっと遅かったですね。7は映画館見に行きました。俺も見に行った。てか俺基本的にスター・ウォーズは基本的に全部見てる。エピソード5以外は全部見てる。劇場でリアルタイムで。僕は1、7、8、9ですかね。2、3は劇場で見てないですね。だから4、5、6はもう当然 VHS です。ってことだよね。1作目っていつだったっけあれ？77年。そう77だよね。だから俺が7歳の時なのよ。だから小学校の1年か2年だった。はい。そうだからぶっちゃけ字幕がさ読めない感じがあるからさ、でもなんかすげえなっていうので見てた。で時代って特撮がまだ珍しいというかさ、今みたいにもうフル CG でバンバン使ってって時代じゃなかったから、基本的にミニチュア使って撮影でっていうので、でチャッチー特撮の映画が多かった中で、やっぱり子供の頃にもう白紙に迫る本物の迫力のある映像が見たいなってずっと思ってたの。やっぱりそのウルトラマンとかも好きだったけど、やっぱり戦闘機飛んでる時に上に紐がつってるのは見えたりするんだけど、もうその見えないように見てたんだよね。でそのぶっ飛ぶビルとかもバーンって爆発したその断面がその発泡スチロールだったりとかして白くてっていうのもなんか見ないようにしてたんだよ。っていう中でスター・ウォーズはもうそういうなんか努力なしにもうスッと見られる、もう白紙にこう伝わってくるっていうところで、もう本当にスクリーンに吸い込まれたよね。そういう意味ではエピソード1もすごくなかったですか？いやなんか当時あそこまで綺麗な CG で全編通されてる映画ってあんまりなかった気がするんですよね。まあね、けどね、ちょっとごめん、ディスっていい？もうすごい届きますよそれ。俺あれ寂しかったね。全部 CG になってしまってることがですか？なるほど。でやっぱり CG って分かるじゃん、どうしても。はい。だからちょっと最後さ、ドラゴ軍団の戦うシーンとかもさ、やっぱどう見ても CG だからさ、これちょっと寂しいなって思っちゃったかな。ヨーダに関しても結構言われますよね。パペットのヨーダがだからさ、今上映して話題になってるマンダロリアンもさ、グローブがさパペットにこだわってるじゃんね。CG でできるのにさ、あれをなんか俺すごく好意的に見てますよ、やっぱり。でもパペットのヨーダやったらかっこいいヨーダ見せれへんかったかもしれないですよ。まあね無理ね、あれは。それで言ったらヨーダが入るね、なんかこんなことなってまうのってなりますけどね。かっこよかったようがなんかこんななってたじゃないなんか R2 と喧嘩しますよね。なんか生存環境のせいらしいですね。あれなんかだんだんひねくれちゃったらひねくれたって話だな。俺も5だけ残念ながら見てないのが、それも本当に見に行く予定だったらしいのよ、親父的には。日曜日、その映画見に行くって親父が思ってるとは知らずに、昼間床屋に行ったんですよ。当時小学生で髪の毛があったんで帰り道に宮沢君家の横を通るんだけど、宮沢君がいて「おお神谷君」みたいな。でもう一日そこで宮沢君家で遊んじゃったんですよ。ほんで帰ってきた親父が「お前今日どこ行ってたんだ」って言って「みんなでスター・ウォーズ見てきたのに」って言って「っていうので見逃しちゃったんですよ。しかも5だけ。5がいっちゃん映画館で見たいですよね。そう？5がいっちゃん評価高いんじゃないんですか。そう
そんなことなくない？ 456だと多分5いっちゃう評価高いです。そんなこと誰リサーチそれ？インターネットリサーチ。それ絶対またコメントが来ますよ。何言ってんだよ。でも小学生の頃初めて見た時は5大嫌いでしたね。大人になってみると好きだなってなりますけど。まあ5ってさ、決定的な場面があるじゃん。まあそうですね。I am your father のシーンね。だからそこ以外は忘れがちなとこまあね、そうなのよね。終わり方もさ、ちょっとしんみりして終わるじゃん、5って。あれもあってだから映画作品っていうところが最後見終わったのなんか見応え的にはなんかちょっと寂しい感じで終わるけど、まああれもでもそのね、もう大団円のエピソード6に向けてのこうビルドアップというかね。だから456っていうパッケージで見るとまあしっかり見れるけど、最新の789あるじゃん。まあタリコまだ見てないと思うけど。あれも俺が見た感じ、あれ賛否両論すごくて、なんかどっちかというと火の方が多いのかな、なぜか。めちゃくちゃ多いです。でもね、俺好きなのよ、789。いや、ほんで、なんていうのかな、あれも一応こう3部作トリロジーになってるじゃん。これ真ん中が一番なんかね、こう気分的に落ち込むんですよ。俺なんか、その1で盛り上がって2でへこんで、3で挽回するっていう、これ4、5、6をリスペクトしたんかとすら思ったけどね。そういう流れを真似したんじゃないですか。真ん中へこましたんやみたいな。ダメですか789。正直もうあんまり話覚えてないですけど。そう。なんか僕もそれにちょっと近い。ちょっと義務で見るのちょっと遅かったんで、まあちょっとそうですね、義務で見た感じ。そうか。7見た時もうめっちゃ怒られですよね、これ。いや、いいのめっちゃ言いましょう。7見た時もなんかこんなもんかと思っちゃったんですよ。あとやっぱ7は悲しいじゃないですか。そう？僕は7は悲しかった。何の悲しいの？7ですよね。そういうことね。僕もあれがもうそのシーン的にもうやこれはもうあれやんみたいな、オマージュあるじゃないですか、なんか雰囲気的になんか残念な気持ちを残しながら終わったんでみたいなのがありましたね。ちょっと幼稚だと思われるかもしれないですけど、チャンバラがシンプルに好きじゃなくて。これ難しいところだよね。それで言ったらワンが良かったみたいなこと？13が好きですね、やっぱりチャンバラは。そっか。3の最後いいですよね。もうあそこ友達とめちゃめちゃ傘で真似しましたから。なるほど。これがだから俺みたいなもうジジイでエピソード4から見てる人間からするといやちょっと行き過ぎじゃねって思っちゃうんですよ。ベリーダー対オビワンなんか落差すごいですね、あれと。でもさ、スター・ウォーズって基本的にみんなもう後付けの設定でさ、もう全てこう好意的に解釈しようとするじゃん。ライトセーバーのフォームもさ、なんか授業とかさ、アタローみたいな。アタローとか、でここのシーンはアタローでこうだからなんかこうスタミナ切れがとかなんかいろいろ言ってるんだけど、そんな縦の現場であなたはアタローだなんかやってねえだろうとか思うんだけど、映画で教えてくれよってでもまあそれはさておき、俺もだから好意的に解釈しようとするから、それこそエピソード4のオビワンとベイダーの盾っていうのはもうそのフォースの読み合いなんですよ。そんなバンバンいかないんですよ。もう次の一手のさらに次の将棋みたいなもんなんですよ、あれは。達人と達人の戦いって。そう実際に見えてる振りの以外にもう数えきれないほどのやっぱフェイントとか肩のフェイントが入ってる。入ってるんですよ。ボクシングみたいな。そうです。でも肩のフェイントどころじゃないですよ。もうフォースのフェイント入れてますから。俺こう切るよっていうフォースを送ってるんですよ。それをじゃあ俺だったらそれこう受けるけどねっていうのだと思ったやろ。でも俺の本当はこっちやね。でもこれフォースでフェイントやけどな。でこういくっていう風に見るんですよ。いやまあわかりますけど。そう見てる勢からするともうエピソード1とか、もう3とかどうしちゃったのそんなもう躍起になってってなっちゃうんですよね。若いね。まあね、そうですね。そのおじいちゃんの熟練のジェダイとシスターやからああいう戦いなんかなって僕は自分を納得させました。
でもそうするとルークも割ともっさりしてるんだけどそれが矛盾してくるんだけど。でも子供の頃5は結構ハラハラしましたけどね、こうダース・ベイダーとこうああ確かにね、クライマックスのところね。結構際どく足元狙ってくるじゃないですかね。4は結構びっくりしましたけどね、この帯輪がこんなとろくさくくるくる回って100回ぐらい殺せますよね。 4です。なんかだからあれはもう達人だから無駄な動きしないですよ、そんな。そっか。まあ、8ぐらいからすごいブチ切れてた。そうか。 8がめちゃめち7ゃは面白いって言ってて、あ8ぐらいからなんか切れてるから、あ、もうちょっと見ないようにした方がいいかなとか思って。俺もそうだった。8こうなんだけど456の5もこうだったよねって俺はもう好意的に受け取ったから。